ちは。今回からドイツの有名な戦車エースビットマンを題材にしたストラテジーゲームを遊んでいきます。このゲームはターン制のゲームで、ステージの目標を達成したり主人公が敗北すれば次のステージへ進みます。最初のステージは歩兵を駆使して敵を殲滅するチュートリアルステージです。ここでは味方ユニットは歩兵だけで、敵ユニットも歩兵だけです。赤く点滅しているのが敵ユニットです。このゲームでは敵の姿が表示されないことがあります。歩兵を前進させたり、敵が近づくことで敵を発見できます。歩兵は移動力が弱く、装甲車や戦車にダメージを与えることはできません。ユニットは移動しながら攻撃をすることができます。しかし、移動しながら攻撃をする場合は命中率が下がってしまいます。移動しながら攻撃するより、移動せずに待機して攻撃する方が命中率は上がります。命中率が少しでもある場合は、歩兵や家宝などのユニットに対して資金弾としてダメージを与えることができます。資金弾はダメージが低く、白い数字で表示されます。攻撃が完全に命中した場合は高いダメージとなり、赤い数字で表示されます。ほぼ全てのユニットは体力が100で、毎ターン体力は 5% 回復します。なので、資金弾で少しダメージを与えただけでは回復されるため、一気に倒すことが大事です。突撃してくる敵の歩兵は動かずに迎撃する方が倒しやすいです。移動した後の攻撃は命中しにくいので被害ゼロです。ここで迎撃します。敵を撃破、ユニットを喪失することなく無事クリアです。続いて次のステージもやっていきます。このステージもチュートリアルです。敵を殲滅すればステージクリアです。このステージでは歩兵の他に重機関銃と装甲車が登場します。機関銃は歩兵よりも射程が長く、命中力と歩兵への攻撃力が高いです。しかし行動力が低いため移動速度がとても遅いです。装甲車は歩兵よりも行動力がはるかに高く、偵察向きのユニットです。また、装甲を持っているので歩兵の攻撃を防ぐことができます。このゲームにはステルス値という値が存在します。ステルス値はユニットがどれくらい隠蔽されてるかを示します。ステルス値が高ければユニットはうまく隠れているため攻撃を回避しやすくなります。攻撃をしたりされたりするとステルス値は減少します。ネガゼロだと攻撃が命中して赤い大ダメージを受けます。今、敵歩兵の場所には森という地形が存在しています。ステルス値が上昇し、回避力も上がる地形です。森の中では命中力や移動力は低下しますが、敵の攻撃を避けやすくなる地形です。そのため、森にこもっている敵を倒すのは少し大変です。このゲームには他の地形も登場します。道路という地形はユニットは移動しやすいのですが、攻撃に当たりやすくなるという欠点があります。他はユニットの偵察と視野が上昇して敵を発見しやすくなります。さらに回避と射程が向上する強力な地形です。地形を活用すれば同時に戦うことができます。右下の重機関銃を排除したいのですが、歩兵で真正面から倒すのは大変です。装甲車は装甲があるので銃弾を防いでくれます。そのため装甲車で攻撃を防ぎながら倒したいところです。貫通力が装甲値の半分以下の場合、ほぼゼロダメージとなります。貫通力が半分以上だと割合に応じてダメージを受けます。装甲ユニットは正面が一番防御力が高く、
側面、背面の順番に防御力が低いです。なので側面や背面を狙うと強い戦車を倒すことが可能になります。他のユニットでも側面や背面ではダメージが増加します。なるべく背面を見せないように戦うといいです。ちなみに砲兵や一部のユニットは向いている正面にしか攻撃することができません。歩兵は移動力が低いので左下の歩兵は放置しています。移動させてもステージクリアまでに敵と遭遇しなさそう。貫通 70%。 さすがに背後の装甲は薄いので歩兵の攻撃がある程度貫通してしまいます。歩兵は敵が隣接している場合に強力な肉薄攻撃をすることができます。肉薄攻撃が当たれば全てのユニットにほぼ即死ダメージを与えることができます。装甲ユニットでも大ダメージを与えるので距離を取ることが大事です。クリティカルで撃破できて気持ちいい。この装甲車は SB-TFG231 という装甲車です。偵察車両として開発され敵と戦うことを想定して作られました。なんと車両の前と後ろに操縦席があり後ろの操縦席で素早く交代することができます。残りの敵は上かな。この敵を倒せばクリアかな。機関銃と装甲車で挟み撃ちにするぞ。機械砲が命中率が高いので接近します。でも隣接すると肉薄攻撃を受けるので近づきすぎは危険です。さすがに正面なら貫通されないね。攻撃を当てまくって敵のステルス値を削ります。これで攻撃が命中しやすくなってダメージが上がるはず。ステルス値がゼロになると攻撃がとても命中しやすくなります。場合によっては自分のステルス値がゼロにならないように気をつける必要があります。残りの歩兵を排除して勝ちです。損失ゼロで無事勝ちました。ご視聴ありがとうございました。次もまた見てね。